なり大きくなりますよ、これは。結構ね、カンナガ系で落とすと一気にね削れちゃうので、一滴落とすとね、その周りにスーッと流し込みが、接着剤がね流れていってくれるんで。はい、じゃあね、船体の方の組み付け始めます。こうやって合体するわけですね。こうか。いやー、これやっぱ大きいっすよね。かなり大きくなりますよ、これは。多分私今まで作った中で一番大きいんじゃないかな。モールドとか特にすごい細かいところとかはないんですけど、ランナーのゲートがね結構太いのが入ってるんで、気をつけて綺麗にね仕上げてあげるように、注意して作業を進めましょう。結構ね太いの入るんですよね。こういうところそうか。そうだね。よし。はい、船体左右ね、無事に切り落としまして、一応綺麗にね加工の方も終わらせました。でエッジングパーツの取説の方を見ると、このね船体のこれ一番先頭の部分と、それぞれ真ん中と、あとその両サイドの2つと、あと一番後ろの後部のデッキのところにですね、ドアみたいなのがあるんですけど、これをね、切り落とすというか削り落とす指示になってるんですね。で一応今ちょっとねこの削り落としの作業をしたいと思います。ちょっと分からなくなっちゃうとあれなんで、黒いね印でサインペンで、ね、落とすところをね色を入れておきましょう。これ多分ジャッキステイになるんですけど、
さっきねエッチングパーツの本体の方も確認してみたら、実際これ取り替える部品がありますので、ここにね本当にリアルなジャッキステが出来上がる状態になります。この船体の横についてるジャッキステは基本全部ね削り落として取り付けるような形になりますね。で、あとここのねドアのところですね、これも削り落とします。で、同様に今のが左舷側になるんです、左舷側になるんですけど、同様にね、右舷側の方もこのジャッキステをね、ジャッキステを削り落とします。よく見ると右舷側と左舷側でこの怒りの穴の位置とか違うんですね。これ左舷側はね怒りの穴が1つしか開いてないのに、右舷側はね怒りの穴2つ開いてるんですね。よく見るとこの怒りの収納するところのねこの幅も違いますよね。それぞれね右と左で、大きさが違いますね。その他も結構違うとこあるのかな、なんか比べたらあるのかもしれないですね。見た感じは前側だけですね。船首側の部分だけちょっと若干違うのか。あと後ろはなんか同じような形してますけど、結構ねカンナがけで落とすと一気にね削れちゃうので、カンナがけで落とすときはね、ちょっと慎重に、特に慎重にやった方がいいですね。船首部分はね結構大変なんですけど、こういうね平面のところはねやりやすいですね。こことかそうだな。これねよく見るとねここに船体のねモールドが入ってるんですよ。でこれ今ちょっと一緒になくなっちゃったんで、これちょっと後で再現しなきゃダメですね。ちょっと後で再現しましょう。ちょっとここのね3本線モールドが入ってるんですけど、ここをねちょっと今からね復元したいと思います。以前ねヤマト作った時の動画でも紹介したんですけど、これはね縦で、再現していきたいと思います。ちょうどねこの線の上に乗っかるようにしてマスキングテープを入れていきます。ちょうどね細いところの線の上に乗っけていかないといけないんで、結構大変な作業なんですよね。
少しね、粘土硬い方がいいみたいですね。剥がしていきましょう。上の方に向かってマスキングを上の方に向かってマスキングを取っていく。はい。どうですかね。まあ一応復活してますね。わかります？これ復活してるの。後でね、ちょっともう一回こうペーパー上から少しかけたりとかしてなじませるとね、まあほぼほぼ分かんなくなると思います。で続けてね、残りのもやっちゃいましょう。またね、同じ幅に回し込む。下の方はかなりうまくいきましたね。こんな感じですね。はい、じゃあ続けて一番上かな。まあ上はねそんなひどくはないんですけど、まあでも一応やっときましょう。上はねちょっとねなんかモールドが邪魔なところというか、なんかねあんまり良くないところにくっついちゃってるんで、マスキングがね貼りづらいですよね。はい、で剥がしますね。はい、まあでもうまくいったんじゃないかな。一応うまく再現できました。右舷側もちょっと若干ね、後ろのね後部デッキ側の方ですね、ここモールドのね修正をしました。とりあえずこれで削り取りの方は終わりなんで、早速ね今度先端の方をね右と左で合体させていきましょう。船体をね左右に貼り付ける際に、この中にね補強材が入るんですけど、どれからだろう、こっちか。まずこれか。まずこれが入ります。で次にこれか。これが入りますよ。はい、じゃあね早速ちょっと船体の方を合体させていくんですが、一応船首がこの向きでよいしょ。まずはここに入ると、で次にこれが入りますね。これはこの位置ですね。でここに入ります。で、最後にこれがこっちが上になるのか。こっちが上になるんで、これがここに入るのか。よいしょ。はい、
こんな感じですね。であとね貼り合わせていくだけなんですけど、流し込み接着剤でねちょっと入れていった方がいいので、ある程度ねちょっとある程度通常のね、接着剤で留めてって最後は流し込みで一銀目をしちゃいましょう。これね粘度が高いね通常の接着剤だと塗ってったそばからね乾いてっちゃうんですよね。だからねこういう時は最終的には流し込み接着剤で裏からね、流し込んでってあげると強度がね高く保った状態で接着できます。でちょっと合体させますね。ちょっと位置が見てほしいな。こうでしょ。でこっちがこう入る。これがこう入る。前が全部。でこう入ります。はい。で選手がうまく入ってないな。選手がうまく入ってない。選手がここで入ると。で、よいしょ、白がこう入ると。はい、でちょっと隙間がやっぱり空いちゃうんで、こういうのはね、ちょっとマスキングテープで一旦止めましょう。これやっぱりね、このプラスチック自体の表面が大きいからどうしてもねこの歪みとかが出てきちゃうんですよね。だからこういうのはこういう製作のね工程の段階である程度ちょっと歪みの修正も加えつつね、直してあげないといけないですね。こういう作業が必要になります。あ、舵入れるの忘れてた。舵を入れないといけないんですよ。よし、こんな感じだね。で、後ろも入れるんですけど、後ろはあれか、クリップで留めちゃった方がいいな。で、前も、できる限りね、止めれるところはもう止めちゃった方がいいですね。でここはクリップで入れとくか。大丈夫ですね。クリップで貼ります。一番後ろもあれだね。一番後ろもマスキングテープでやった方がいいね、これは。よいしょ。で、こっちもそうだ。この一番後ろもそうですね。ここもマスキングテープで留めましょう。じゃあね、流し込み接着剤で、船をね早速接着をしていきたいんですが、ちょっと長いんでねかなりやりづらい感はありますよね。気をつけて、取り回しが長いからねちょっと気をつけながら作業していきましょう。で1箇所に流し込むと表面張力でね結構広がっていくんで、そんなね全周にわたってねまんべんなくやらなくても大丈夫ですね。結構
ね、一滴落とすとね、その周りにスーッと流し込みが、接着剤がね流れていってくれるので、そんなにがっつりやんなくてもね大丈夫だと思います。いいかな。結局やっぱりセンターにこう縦ライン入ってっちゃうんで、この合わせ目のラインですね、これやっぱり後でねちょっと埋めてあげた方がいいですね。後でちょっと調整しましょう。幸いにもねこれといって細かいモールドがね入ってないので、比較的ね合わせ目のライン消すのはやりやすいかなと思いますね。はい、じゃあこのままね一旦乾かしましょう。